1980年代、人種のるつぼ、ニューヨーク。この街には、一攫千金を夢見る者、スターになることを夢見る者、世界中から野心と希望を抱いた若者たちが集まっていました。ケンジも、そんな夢見る若者の一人。俳優になるという大きな夢を胸に、彼はマンハッタンの三流ホテルでベルボーイとして働いていました。朝から晩まで裕福な客たちの荷物を運び、車を誘導し、彼らの気まぐれな要求に応える毎日。手にするチップはわずかばかりで、そのほとんどは故郷で病気の母を支える妹への仕送りに消えていきます。住んでいるのは暖房もろくに効かないブルックリンの小さなアパート。壁には憧れのマーロンブランドやアルカチーノのポスターが彼のささやかなプライドのように貼られていました。いつか必ず、いつか俺もあのスクリーンの向こう側へ行ってやる。こんな毎日で本当にたどり着けるのか。そんなケンジにとって特に憂鬱な存在がいました。週に一度必ずこのホテルに宿泊するミスター・ハリスンという名の常連客です。ハリスンはウォール街で成功したというエリートビジネスマンで高価なスーツに身を包み、常に人を見下したような態度をとっていました。彼は決まってケンジを呼びつけ、わざと聞こえるように悪態をつくのです。おい、荷物を運べ。のろまだな、それでもプロか。はい、ただいま。チップが欲しいんだろう。なら、もっと必死にやれ。お前たちのような連中は、そうやって、俺たちのおこぼれで生きていくしかないんだからな。ある雪の夜、事件は起こりました。ハリスンは、わざと雪が積もった場所に高級車を止め、検事にこう命じます。おい、この車を駐車場まで移動させろ。ただし、俺の靴が汚れるのはごめんだ。お前、その場にうつ伏せになれ。お前の背中の上を歩いて車まで行ってやる。周囲にいた同僚たちは息を飲みました。それはあまりにも理不尽で人間としての尊厳を踏みにじる要求でした。検事の体は怒りと屈辱で震えました。しかし、ここで逆らえばクビになる。クビになれば仕送りが途絶え、妹と母が路頭に迷ってしまう。彼は唇を強く噛みしめ、冷たい雪の上にゆっくりと身を横たえました。ハリスンの革靴がケンジの背中をギシギシと音を立てて踏みつけていく。その重みと冷たさが彼の心に決して消えない傷として刻み込まれたのです。その夜、ケンジは眠れませんでした。背中に残る鈍い痛みと心の奥深くに突き刺さった屈辱感。彼は鏡の前に立ち、自分の情けない姿を見つめました。涙が次から次へと溢れ出してきます。なぜだ。なぜ、俺はこんな惨めな思いをしなくちゃならないんだ。俳優になる。バカバカしい。俺は一生こうやって誰かに踏みつけにされて生きていくんだ。夢を諦めかけたその時でした。ふと、鏡に映る自分の表情に、ケンジはハッとします。誇り、悲しみ、悔しさ、絶望。様々な感情が渦巻くその顔は、彼がこれまでどんなに練習しても作れなかった生々しく魂のこもった本物の表情でした。これだ。この感情だ。俺が今感じているこのどうしようもない屈辱こそ俺だけの武器になるんじゃないのか。その瞬間、ケンジの中で何かが弾けました。ハリスンに与えられた屈辱は彼の夢を打ち砕く絶望ではなく、夢を燃え上がらせるための最高の燃料に変わったのです。翌日、ケンジは、なけなしの金をはたいて演劇学校の夜間クラスに申し込みました。昼はベルボーイとして働き、どんなに罵倒されても、それを演技の糧として心に刻み込む。夜は演劇学校でその感情を爆発させる。彼の演技は日に日に凄みを増していきました。他の生徒が頭で考えた上辺だけの演技をしている中、ケンジの演技には痛みを知る者だけが持つ圧倒的なリアリティがあったのです。講師であった元有名俳優のロバートはすぐにケンジの才能に気づきました。ケンジ、君の目には上がある。そして深い痛みがある。それはどんなテクニックにも勝る最高の才能だ。その感情を決して忘れるな。いつかそれが君を誰も見たことのない場所へ連れて行くだろう。ロバートの言葉はケンジにとって大きな支えとなりました。彼は来る日も来る日もオーディションを受け続けました。アジア人には役がない。君の英語はなまっている。何度も何度も冷たい言葉で突き返されました。生活は困窮を極め、パンのかけらを妹と分け合って食べる日もありました。それでも彼は諦めなかった。あの雪の夜の背中の痛みを思い出すたびに、彼は
再び立ち上がることができたのです。転機が訪れたのは、それから5年ものことでした。ある日、ケンジは新作映画のオーディション会場にいました。それは、マフィアのボスに全てを奪われ、復讐を誓う男の役。多くの俳優たちが、いかにも悪役らしい、力強い演技を見せる中、ケンジは静かに自分の番を待っていました。そして彼の番が来た時、監督の前でケンジは何も語らず、ただあの雪の夜のハリスンを、そして雪の上にうつ伏せになった自分自身の姿を思い出していました。彼の瞳にゆっくりと涙が浮かび、やがてそれは静かな、しかし底知れない怒りの炎へと変わっていった。セリフは一言も発しない。しかし、彼の表情と佇まいは何よりも雄弁に主人公の絶望と復讐心を物語っていました。審査員席にいた監督が思わず身を乗り出します。君だ。君こそが私が探していた男だ。この役を掴んだケンジは水を得た魚のようにその才能を開花させました。映画は大ヒット。彼の魂を削るような演技は世界中の批評家から絶賛され、アカデミー賞助演男優賞にドミネートされるという快挙を成し遂げたのです。ある日、彼は最新作のプロモーションのため、ニューヨークの超高級ホテルの最高級スイートルームに滞在していました。眼下には、かつて彼が働いていたマンハッタンの街並みが広がっています。まさか、俺がこの景色を部屋の中から見下ろす日が来るなんてな。考えにふけっていると、部屋のドアがノックされました。帰ってきたのは、ルームサービスを運んできた、初老のホテルマンでした。ケンジは、その男の顔を見て、息を飲みました。少しやつれてはいるものの、その傲慢そうな顔つきには見覚えがある。そう、彼こそが、20年前、ケンジの背中を踏みつけた、あのミスター・ハリスンだったのです。ウォール街の栄光も、今は、昔、事業に失敗したのか、彼は、このホテルで働くしがない一従業員になり下がっていました。ハリスンの方は、目の前にいる大スターが、かつて自分がいじめていたベルボーイだとは、全く気づいていない様子です。ミスター田中、ご注文のシャンパンでございます。ケンジの心に様々な感情が駆け巡りました。今、ここで正体を明かし、20年前の屈辱を晴らしてやろうか。大声で罵り、彼が自分にしたのと同じように土下座をさせてやろうか。しかし、ケンジは静かに微笑むと、ポケットから100ドル紙幣を取り出しました。ケンジはハリスンの手に100ドル紙幣をそっと握らせました。ハリスンはその高額なチップに驚き、戸惑いの表情を浮かべます。お客様、こんなには。ケンジは彼の目をじっと見つめ、静かに、しかし、はっきりとした口調でこう言いました。いや、受け取ってくれ。君のサービスは素晴らしかった。そして彼は続けます。その言葉は20年前、冷たい雪の上で彼が聞きたくてたまらなかった言葉でした。君、いい目をしているな。何か、心に秘めたものがあるんじゃないか。そのままで終わる器じゃないように見える。そうだ、俳優にでもなったらどうだ。その瞬間、ハリスンの顔から血の気が引いていきました。彼は目の前の大スターの顔を改めてまじまじと見つめました。記憶の断片がパズルのピースのように組み合わさっていきます。雪の夜、高い制服、うつ伏せになった若いアジア人のベルボーイ。あなたはまさか。ハリスンは震える声でそういうのが精一杯でした。顔は驚きと混乱、そして遅れてやってきた羞恥と後悔で真っ赤に染まっています。ケンジはそんな彼にただ穏やかな笑みを返すだけでした。彼にとって最高の仕返しとは、相手を罵倒したり、やり返したりすることではありませんでした。かつて自分をどん底に突き落とした相手が見上げるほどの高みに立ち、圧倒的な成功者として、かつての自分と同じように夢を与えてやること。そして相手に自分が過去に犯した過ちの大きさと、目の前にいる人間の価値を骨の髄まで思い知らせること。これこそが、ケンジという男が20年の歳月をかけて完成させた、最もスマートで、最も残酷で、そして、最も美しいリベンジだったのです。ハリスンは、握りしめた100ドル札が汗で湿めるのも構わず、その場に立ち尽くすことしかできませんでした。ケンジは、そんな彼に背を向け、窓の外に広がるニューヨークの夜景に、再び目を向けます。彼の心は、不思議なほど穏やかでした。あの雪の夜に刻まれた傷跡は、もう痛みません。それは、彼をスターダムへと押し上げた、輝かしい勲章に変わっていたのですから。この動画が良かったら、チャンネル登録と高評価をお願いします。では、
また、次の動画でお会いしましょう。